始まりました。ドタバタ科学ラジオ。東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希です。この番組ドタサイは私五十嵐美希のドタバタした日常を科学の視点からお届けするポッドキャスト番組です。井戸に集まって世間話や無駄話をした井戸端会議のように、日常の科学をテーマに聞いているあなたとも語り合っていきます。さらにこのポッドキャストを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。そして良きところで YouTube でも公開していきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。さあ、今回は4月29日祝日ということで、いかがお過ごしでしょうか。先日土曜の朝9時放送の FM 横浜のフューチャースケープに出演をしました。 DJ は放送作家脚本家である小山薫堂さんと柳井真紀さんで、これきっかけがすごくてですね、なんとおそらくドタサイリスナーでもあるラジオレコメンダーの焼きそばかおるさんがですね、おすすめゲストということで以前に私を紹介してくださったんですよ。今回のオープニングはですね、せっかくなので生放送中かなりドタバタしたので触れられなかったハッシュタグフューチャースケープの X のポストをね、ちょっと触れていきたいなと思います。まずこのフューチャースケープで何をしたかって言いますと、テーマは実験だったんですね。ラジオでも分かりやすそうな実験として、水分子をシェイクする、水をシェイクすると水分子の運動が激しくなって温度が上がるのかなっていうことを生で実験しました。でこれせっかくなので本当に初対面のDJ の小山薫堂さんに渡してお水をシェイクしてくださいと事前打ち合わせなしでね言ったわけです。でさらにその間の音楽もリクエストしてよかったので、水分子って H2O だから H2O の思い出がいっぱいに合わせて振っていただいたんですよ。大人の階段登るとか言いながらクーってこうシェイクしていただくっていう無茶ぶり、全然シェイクする曲じゃないっていう。薫堂さんすごい優しくって、なんならこう立ち上がって水の入った水筒を持ちながら16ビート刻んでるんですよ一個一個音取ってる、かっこよみたいな。その瞬間私には薫堂さんがベイシティローラーズみたいな、もうちょっとロックスターみたいなぐらいのデデンってデデンってみたいな感じに見えてるっていうねところなんですけど、後ろでは大人の階段登るずーっと流れてるっていう、そんな感じで水を振ってもらったっていう実験をやったんですね。でこれに対する X のポストすごい盛り上がっていて、雪だるまさん、これで実験失敗したら立ち直れないそれなそれな、16ビート刻んでもらってベイシティローラーズばりのボーカルのレスリー・マッコーエン並みのかっこよさをね醸し出し水を振っていただいてるんですけどね。結果どうだったんですか？結果は薫堂さんは沸騰すると思ってたらしいんですけど、実際はワンコーラスで1度上がりました。はい、大成功です。そうですね、私的には大成功なんですが、薫堂さんはなんで沸騰してないのみたいなそこがそう温度差がすごい、実際の温度差と人間間の温度差がすごかった。あとシー太郎さん、酸欠で走馬灯が巡る思い出がいっぱい、ね、うまい本当に酸欠になるぐらい降ってましたけどね。フューチャースケープの X でも動画上がっていますので、もしよろしければその激しさぜひご覧いただければと思います。あと嬉しかったのはサナさん、バター不足の時私も生クリームからバターを作りました。次回は私も踊りながら作ろうと思います。ダンシングバターシェイクの布教に成功したということで、バター不足の時にっていうのがいいですよね。タイトル何でバター作る？バター作るときは生クリームをペットボトルの中に入れてシェイクするだけです。でこれだけでタンパク質の膜が剥がれて脂肪がギュッと固まることで水分と分離してバターができるんですけれども、コツも話してましたね。そうですね、コツはいかに衝撃を加えるかみたいな、生ぬるい振動だと伝わらないっていうところで
私の場合は USA というかカモンベイビーのデンデンの時にバターにしてるっていうね感じですね。実は一回それこそバター不足の時にテレビのニュース番組からダンシングバターシェイク実験の動画使っていいですかって問い合わせがあったことがありまして、でニュースと思って何のニュースとつながるのって思ったら、牛乳の大量廃棄のニュースで牛乳の使い道はこちらですみたいな感じで私が生クリームを振ってるヒップホップダンス動画が流れたんですよ。もうねびっくりですよ。あ、そこのニュースだって。牛乳そのものからはちょっと厳しいですけれども、乳製品の特集みたいになってて、だからちょっとバター不足とかね聞いた時にそういえばそんなニュースもあったななんてね思いましたね。踊りながら作ろうと思いますということなので、サナさんもぜひ次バターを作られる際は H2O の思い出がいっぱいに合わせて16ビート刻みながら振っていただければと思います。あと急に踊りますとちょっと怪我とかね、特にお家とかやる場合は机にね肘とかぶつけますから気をつけて実験をしてみてください。ということで聞いていただいたフューチャースケープリスナーの皆さん、ポストもありがとうございました。このドタサイを聞いているかは不明でございますけれども、ぜひドタサイも聞いていただけると嬉しいです。こんな感じで私五十嵐美希の日常の出来事含めお届けします。さらにこの番組ドタサイではあなたからの井戸端会議のようなお便りも募集中です。日常の科学に関する質問や疑問、ドタバタエピソード、話してほしいテーマやふつおたも気軽に送ってください。お待ちしています。ラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いします。すべてのお便りはドタバタ科学@gmail.com まで。メールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます。番組の感想や応援などは X でハッシュタグドタサイをつけてポストしてください。そしてそんな今回のドタバタ科学ラジオはですね、なんと3組目のゲストさんをお迎えします。ゲストでお迎えするのは私が1組目のゲストである東京理科大学の山本隆弘先生に私変態って言われたんですね。で今日のゲストも変態です。そこに共通点のあるゲストになっております。お部屋に500個ぐらいのコマがあるコマ博士、もうこの時点でやばい。 SF 映画テネットの字幕科学監修なども手掛ける東京工業大学理学院物理学系助教の山崎史郎先生が初登場です。科学とコマを融合したコマサイエンスなどについてね、お話をお伺いしていきます。ドタバタサイエンスラディオ、ドタバタ科学ラジオ第27回は私踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希が気になるゲストさんをお迎えし、対話の中でどんな化学反応が起きていくのかをリアルにお届けしていきます。ある意味実験的な要素もあるかなと思いますが、それではゲストさんをお呼びします。ご挨拶お願いします。はい、東京工業大学理学院物理学系から来ました山崎史郎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日ぶりですね。そうですね、もうまさかね、学校の方でお会いしまして、久々でしたね。昨日大学で歩いてましたら、本当にばったり偶然、いつも外で会いますよね。そうですね。今日もなんか外で会って、そうですね。最近なんか待ち伏せされてるのかなって思ってるんですけど、してないですか？ずっと僕が来るの待ってて、来たって声かけてるのかなって。してないですよ。って言ってね、会って2秒で山崎先生って言って、ドタサイっつって、出るよっつって2秒で内容も話さずに2秒で決まったっていうね。そうからの翌日今日みたいな。からの、いや信じられないですよね。ですよね。いや以前YouTube のミキラボキッズにもお越しいただいて、出会ってどれくらいですかね。だいたい7年8年ぐらいは多分経ってるんじゃないかなと思うんですけどね。で年に1回ぐらいこういった、たまたまイベントとか学校とかで会うとかで、
とか、あと一緒するっていうね。道端でね、道あったりとか端だったりとかそうですね。っていう感じですね。まあ、そう本当にですねこう科学を発信されたりとかされてるので、本当自然なそうですね。流れで大体同僚者が来るイベントでたまたま会ったりとか、あるイベントで審査員として2人とも名前が上がってたりとか、そうですねいうこともあったりとか、確かにそういうのでちょっとずつお会いしてる感じですかね。会うべくして会ってるっていうことで、そうですね。よろしいですか。自然すぎてっていうことで。なんかすごい私ストーカーみたいな発言先からやばい人みたいになってますけどね。ちょっと今度気をつけます。はい。ということで山崎先生はお部屋に500個ぐらいのコマがあるコマ博士でもあるんですよね。見事な変態ぶりをいつも発揮されているという印象なんですけれども、コマと生活してるんですか？そうなんですよ。もう変態コマ博士って呼ばれてまして、もう自分から言っちゃうっていうもうテレビ局でね、そういう風にテロップが書いてあったりとか普通にするぐらいでして、もう家にですね、500個ぐらいコマがありまして、もう本当にベッドがあって、なんかロッカーみたいなのが2つぐらい置いてあって、そのロッカーの中に入ってるのはもう8割コマっていう感じなんですよね。じゃあ一緒ですね、私も。同じなんですか？基本ずっと棚系は全部実験道具。同じですね。一緒ですね。同じですね。そっか。やっぱいいですよね、実験道具と生活するって。そうなんですよ。で結構落ち着くというか。そう、わかります。でやっぱり夜になると、これも同じだと思うんですけど、光ったりするんですよ。そう、わかる。蓄光シールとかね、めっちゃ輝いてるんですよ。蓄光シール、そう夜とかに。蓄光のコマとかあります？ありますあります。だから円盤状の蓄光コマがこうやって光ってたり。わかります。私トイレットペーパーロール的な蓄光ロールが光ってるんですよ。眩しいからね、ちょっとこうやってなんか別のものを置いたりとかする時もあるんですけど、一回ですね、直径1メートルの蓄光ゴマを家に置いてあったんですよ。大きいですね。めっちゃ大きい。だからそれはもう眩しすぎて夜寝れなくなっちゃうんで、ただの明かりですよね、それもね。ほとんど明かりなんですよ。いいんですけどね、省エネ的にね。奥の方にちょっと隠しました。わかりますね。はい、っていう変態なんですけれども、ただ本当にすごい業績残されていらっしゃいまして、なんとクリストファー・ノーラン監督の映画テネットの映画の字幕科学監修も務められていたりとか。そうですね。こちらはもう話題になりましたよね。そうですね。もう大体4年前に出た映画なんですけども、私もその SF 映画がもう大好きでして、でそれでせっかくここまで好きなんだったらこれを一般の方々に分かりやすく科学的に解説する回をやったらいいかなってことで、でそれでねテネットとかインターステラーとかいろんな、映画をね解説し始めて、でそれでちょっとね私のそういうコマ博士以外にもう一個 SF 博士っていうのもちょっとあるんですけども、それもちょっと始まったなっていう感じですね。でも SF と科学ってサイエンスフィクションなのに科学じゃないですか。そうなんですよ。その辺どういうふうにお仕事されるんですか？そうですね、やっぱり SF ってもちろんそのサイエンスフィクションなので、本物のサイエンスではないんですよ。ですけどもサイエンスをベースにしてもちろんフィクションが作られてるわけなんですよね。例えば宇宙船が出てくるシーンだったら、例えば宇宙船がワープするみたいな時に、物理的にワープってできるのかどうかみたいな話とかもありますし、あとはバックトゥザフューチャーみたいな映画だったら、タイムトラベルみたいなのが出てきて、タイムトラベルって本当にできるのかなみたいな話があったりとか、そういう科学とか特に物理がベースになってる映画っていっぱいあるので、そういうので映画に出てきたシーンをちょっと借用して、もちろんその映画自体はフィクションなんですけども、そこからちょっとサイエンスの部分を抽出してお話しするっていうことをよくやっていたっていう感じですね。そういう分に関しては論理的にある種説明をしつつ、物語的にはフィクションっていう、フィクションで、そうですね。言葉選びとか大変そうですね。そうなんですよ。やっぱり映画によってはフィクション度が高くってサイエンス度がちょっと低い映画とかもやっぱあるので、そういうところは多少割り切って、この部分まではサイエンスで語れるよってちゃんと喋って、でその後に、ここから先は、フィクションとか、もしくは例えば量子力学をモチーフにしたアートですよみたいな感じで、そこら辺は割り切ってちゃんと説明するようにしてます。そこが混ざっちゃうともう何が何だかそうなんですよ。わからないという。でそこを見極めるっていうのも一つ重要な視点ですよね。そうですね。一応僕そこを見極めるように常にしてまして、よく3段階ぐらいに話してるんですけども、これはもう科学的に確かでその科学をそのまま使ってるようなシーンと、
あと科学的なベースがちゃんとあった上で少しそれをモディファイして使ってるシーンと、あとは、科学をあくまでもインスピレーションにしてアートとして喋ってるだけのシーンっていうぐらい、大体3段階ぐらいあって、お客さんにはそこら辺をあんまり混ぜすぎないように、聞いてもらうようにはしてる感じですね。面白いですね、確かにどの部分までこう言うても見られる方は、すごい科学に全て詳しい方ではないわけじゃないですか、っていう中で、どこまで伝えるかっていうのもあるし、そうです、全部伝えすぎても伝わらないし、そうなんですよ。こともあるわけですよね。お客さんからすごい難しい質問とかよく来て、例えば映画の中で、例えばインターステラーなんかで、愛がテーマだったりした映画なんですけど、お客さんからですね質問が来て、例えば、愛は時空を超えるって本当なんですかみたいな、そういう質問まで来るわけです。それに対して、一応科学者として真面目にできる範囲で答えなきゃダメなので、すごいですね。例えば、愛が直接電波みたいに時空超えることはなくても、でも遠くにいる人に気持ちが伝わってると思うことはあるわけで、でそういうのは一応脳科学とかで多少は説明できるので、そういった視点で説明する。で説明するだけじゃなくて、気持ちをあまり否定しないように喋らなきゃダメ、愛は時空を伝わりませんとかって言えないので、科学的にとか言ったもんね。そこはちょうどいいブレンドでお話しするようにしてるっていうところですね。成り立たないですもんね。そうなんですよ。その辺を汲み取りながらコミュニケーションされるっていうのはすごい技量ですね。あくまでも科学者として喋ってるのは5割ぐらいで、もう残りはもう映画大好きのも本当に映画ファンとして喋ってる感じなので、そこら辺がお客さんが結構繰り返し来てくれるようになった理由かなっていうのがですね、あるのかなって思ってますね。すごい、今回本当に台本用意してなくて、だからもう初っ端からね、飛ばしまくってSF の話をね、ちょっとお伺いしちゃいましたけれども、中でも最近話題のこちらアカデミー賞7部門受賞した話題の映画、オッペンハイマー、原作本の翻訳監修を務められていますけれども、これ本当すごいですよね。いや本当にお話しいただいた時はもうありがたかったですね。テネットで字幕科学監修したので、オッペンハイマーがね出るって聞いた時も何かちょっとでもできたらいいなって思ってたんですけども、出版社さんからお話があって簡約できることになった。非常に嬉しい仕事でしたね。そうなんですね。いや今回は、ぜひ2週にわたってお届けしたいなと。2週で、もう今決めました。そう昨日あって今決めました。ので、ちょっとそのオッペンハイマーはもう次週を丸々使っていろいろお伺いしてもよろしいですか？もちろんです。いや楽しみですね。楽しみです。お願いします。じゃあぜひその前にですね、今回は科学とコマ博士ということなので、このドタ祭がそういう日常の科学とか身近な科学とかだったりをテーマにお話しするということで、ぜひコマサイエンスについてコマサイエンス混ざってますけどね、なんかコマースとなんかコマサイエンスの話をぜひお伺いできればと思いますね。コマ博士って、そもそも私はダンスとサイエンスを融合させてるんですけれども、科学とコマの遊びですよね、をこう伝える上で、なんでそれを融合させて伝えようと思ったのかっていうのすごい気になってるんですよ。なるほど。でやっぱりそれ五十嵐さんと多分同じだと思うんですけども、コマっていうのは、一応おもちゃっていう風に分類される、遊ぶものですよね。でその一方でコマっていうのは回した時にどうして倒れないで回ってるんだろうとか、あとどういう風なコマだったら長く回るんだろうっていう、そういう物理というか科学の要素があるんですね。ということはコマには遊びの要素もあるし科学の要素もあるし、両方とも揃ってるので、それでコマを使えば遊びながら科学を伝えられるんじゃないかなっていうふうに考えたのが一番最初のきっかけで、それでコマを使って科学を伝えるっていうのをもう7、8年ぐらい前からずっとやり続けてたっていう感じですね。いろいろなね著書も出されてそうですいますよね。コマのお話、コマの科学っていうね、雑誌を本かな出しましたけどね。そうですよね。本当いろいろなコマの形があるんですよね。そうですね。コマっていう話すると、大体コマ博士とかっていうとですね、大体の人が日本の伝統的な普通のコマですね、紐で紐まりってて、
回す木でできた駒ですね、ああいう駒を皆さんほとんどの方が思い浮かべるんですけども、はい、ただですねうちにある500個の私がね寝食を共にしているその駒のうちそういう伝統的な駒は1個もないんです全て奇妙な駒ばっか奇妙な駒と生活してるんですそうなんです。ますます変態ですね。ますます変態、はい、500個の奇妙な駒生活してて、はい、例えば、有名なのだと回したらくるって上下が逆さまになって逆立ちするような逆さ駒っていうのがありまして、はい、これは多分見たことがある気が。そうですね、確か YouTube のそれこそミキラボキッズで出しましたよね。で山崎先生が、3回ぐらいチャレンジするんですけど、全然回せなかったっていうめっちゃ回すのが難しいんですよね、あれね。結構難しいあれは。ヒュッてちょっと技術がいって、そうなんですよ。長さが違うんでしたっけ？下と上でした。ボディが全体的にボールみたいな形してて、ボールの上にちょっと軸がついてるっていう感じで、ポイントはそれ中がくり抜かれてることが意外とポイントだったりするんですよね。なのでどうして逆さまになるかっていうのも意外と物理的にいろんな条件が必要で、なかなか難しいところがあるっていうところなんですよね。いやすごいですよね。中でも山崎先生が、その科学の視点から見て、一番燃える駒っていうのはあるんですか？やっぱりですね、立ち駒っていうのがありまして、立ち駒、駒って立ってるんじゃないですか？普通立ってるじゃないですか。でも普通の駒は例えばデコピンとかしたりちょっと思いっきり倒そうとしたら、ドテって倒れてしまうんですけど、立ち駒っていうのはですね倒そうとしてもすぐにですねヒュッて立ち上がって絶対に倒すことができないっていう駒なんですよ。七転び八起き的なんですか？そうですそうです。もう永久に絶対立ち上がるっていう感じで、その駒が一応大好きでして、で特徴はですね先端がちょっと丸まってることと、あと重心が高いことの2つの特徴があるんですけども、そういう特徴があると必ず立ち駒になるっていうのが実はあるんですね。もしかしたら以前 YouTube の時に出したかもしれないです、もしかしたら。じゃあね、ぜひちょっとその YouTube も概要欄に貼っておきますので、ご覧いただければと思います。特に山崎先生はその駒対戦、駒に戦うにもやるんですよね。そうなんですよ。もともとその駒大戦っていう主に中小企業のものづくりの方々が、各社1個ずつ駒を、社運をかけて作って、でそれで土俵の上で戦う、駒大戦っていうのがあるんですけども、その駒大戦で解説を頼まれてたんですよ。で解説頼まれてて、で、どういう駒が強いかとかをねそのイベントで解説してたんですけど、でそれでよかったら山崎先生もせっかく会場に来てるので出場してみませんかっていうことでちょっと出場したんですね。でそしたらその試合で空気を読まない優勝しちゃったっていう話はダメなやつですね。解説が優勝っていうね。それは優勝するだろうっていう心理になったような気もするんですけどね。大人のね会議が始まりそうですね。始まりそうですよね。でも8年前だったんで、そういうこともまだ許されてる時代で、優勝してで世界大戦出場になっちゃったんですよ。その世界行ったんですね。行ったんですよ。それがきっかけになって、今まで駒をちょっとだけやってたのを、これで優勝したんだからもうこれは、僕はもう駒の人になるしかないやって思って、駒博士になろうって思って、僕はそんなものづくりの企業の人じゃなくて、科学者なのでせっかくなんで駒の科学でちょっと教育しようってことで進んでいったっていうのが、最初のきっかけですね。それが優勝がきっかけだったんです。なんで、じゃあ本当にそういうドタバタな出会いというか、そうですドタバタな偶然が重なって今の山崎さんをまさにそうですね。作ってるわけですね。そこで優勝しちゃったがためにダメでしょ。駒人生になっちゃったっていう。何回聞いてもダメでしょ。ちょっとねどうしても一つ質問したいのがあって、過去のドタ祭でもお話ししたんですけど、セーラームーンのムーンスパイラルハートアタックっていう非常に高速回転をしてアタックってやる技があるんですね。でそれ小さい頃からずっと極めたいなって思って、なるほど。怖いですね。で今のところその核運動量保存則で、核運動量保存されるから、半径、腕を縮めたら早く回転できるんじゃないかっていう実験までやってるんですよ。やってるんですね。そうです。家でやってる。家でウエストキュッキュする、ウエストのツイスターの上で、うちにもそれと似たようなあります。上に乗って回転できる円盤とかは一応家に常備して。確かにこの間先生テレビで見た時ずっと回転してたんですよ。
なんか椅子の上ああ、椅子でそう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 。椅子の上でずっと回転してて、うんうんそれにすごく今憧れてて憧れててありがとうございます。そうめっちゃ回転してるじゃんと思って、そうなんですよ。そのコマみたいにええ高速回転して、こう回り続けるにはうんちょっとどうしたらいいですかね。その技もしやりたいとしたら、回転椅子ってあるじゃないですか。はいで回転椅子に座って、はいまずこうやってちょっと足で回転しはい、始めて、しますね。でそれで最初は腕とかをこの右左に広げて置いとくんですよ。はいでそれで回転した後にギュッて縮むと、はい先ほどおっしゃってた通りその核運動量保存の法則で、はい回転スピードがぐんぐん上がるんですね。でそれでアタックするのがいいんですけど、いいんじゃないただもしそっかもっと強くしたいんだったら、はい一応技があって 1.5 リットルの水が入ってるペットボトルあるじゃないですか、はい2リットルぐらいの、ああいうのに水を満タンまで入れといて、はいでそれで両手でそれをちょっときついですけど両手で持つんですよ。おーでそういう広げて重たいものを手に持った状態でギュッて縮むとスピードアップ度がねすごいですの上がるで、んですね、もう耐えられないぐらい本当にスピードアップするのでいや自分がその吹き飛ばされそうぐらいになります。もうめちゃめちゃ速くなるとなりますなります。いいですね、なんでその技やるときは、はい両手になんか2キロぐらいのバーベル持っなてるほどでそれで近づいてって相手に当たる直前にギュッとこの縮むギュッととものすごいスピードで回転して相手にアタックそれ持つのはええバターとかでもいいですか、いいっすよいいっすよ、バターをこう持ってね、そうだから作りながら2キロのバターを持って、そうそう両手に、で踊りながら踊りながら回回転し転してて、うんでアタックする直前にそうそうできた、うん化学戦士ですね、そうですれはねいいですねいいですね化今日学戦士、いいこと2キロのバターを持っ両手でてそうそう、持ってもらそうそうアタックするときは、はいどこでアタックするんですか？肩とかですか？あそのままそのまま普通に、足にしときましょう足にしてます、うんドリルみたいな感じドリルでなんかどんどん残虐になってくるんですけどということで、最後に告知などありましたら、わかりました。はいはい。ちょっとね、オープンハイマーの話に先に飛んでしまうんですけども、オープンハイマーを科学的に解説するという回をですね、5月の11日に、はいオンラインとかで行いますので、ちょっとですね、トレッドノートっていう書籍さんでやるので、はいちょっとね、検索していただければ出てきますので、調べていただければ見つかると思うので、皆さんね、よかったら申し込んでいただけたら嬉しいですね。おそらく、本邦初の科学的な議論の会になると思います。いやーすごい、よかったら。ただね、このラジオでもしかしたらある意味先取り、もしかしたら先ちょっ々にできるかもと予習して、うんまたねそこで予習をもとにぶつけるっていうのもありですよね。そうですね。はい、ということで、ぜひ皆さんそちらね参加していただけると嬉しいです。はい。改めて今日お話しいただきました山崎史郎先生の最新情報については山崎先生の SNS など、はい X そうですね。主にやられていますねあとは Facebook ですかね。 Facebook X かはい Facebook。はい。ぜひチェックをしてみてください。はい。ちなみにどちらのポストでも、えご自身のことをえ、ええ。 Y って言ってまあ、すよね。そうなんですよね。Y、秘宝、朗報 Y っていうのばっかりやってて。結構秘宝多いですね。あ、そうそう。やっぱね、昔は朗報ばっかだったんですけど、そうですね。最近朗報ばっかりやるとね、頻縮買うんですよね。だから秘宝のがいいねがいっぱいつくんで、もう最近はもういいことでも秘宝って、やった方がね、やっぱね、まあ2チャンネルで学んだことです。あ、そうです。はい。ということで、はいそういった一面も覗けますので、そうですねぜひ皆さんもチェックしてみてください。はいということで、ドタバタ科学ラジオ、ここまでのゲストは、コマ博士であり、SF 映画、テネットの字幕科学監修なども手掛ける、東京工業大学理学院物理学系助教の山崎史郎先生でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ドタバタドタバタサイエンスラディオドタバタ科学ラジオ第27回、私踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希が気になるゲストさんをお迎えし、対話の中でどんな化学反応が起きていくのかをリアルにお届けするゲスト企画第2弾でしたが、いかがでしたか？いやー、山崎先生変態でしたね。私もだいぶいい意味での変態と山本先生に言っていただきましたけれども、まさかその変態同士で共感し合えるポイントが夜中に光る蓄光シートっていう。私は実験道具光らせてるけど、山崎先生はコマが光ってるっていう。まあ、あとはこうサイエンスエンターテイナー的に言いますと、私は科学とダンス
融合させてますけれども、山崎先生はコマとサイエンスということで、それぞれのどのように融合させて伝えるきっかけになったのか、その原点のお話って聞いたことがなかったので、すごく勉強になりましたし、私はとにかくムーンスパイラルハートアタックの練習を2キロのバターを作ってぐるぐる回転したいなと思います。ということで、今回聞いてくれたあなたに何か一つでもいい刺激になってくれたら嬉しいです。感想もぜひ送ってください。すべてのお便りはドタバタ科学@gmail.com まで。メールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます。番組の感想や応援などは X でハッシュタグドタサイをつけてポストしてください。そしてこの番組ドタサイを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。お仕事関係の方ぜひご連絡をお待ちしています。連絡先は所属事務所ワオエージェンシーのお問い合わせにお願いします。こちらはポッドキャストの概要に入れておきます。ということで最後まで聞いていただきありがとうございました。一ついいですか？はい。ドタバタエピソード聞いてないんですけど待ってダメじゃん、ドタバタですドタバタしすぎてちょっと時間がなさすぎてわーって聞こうって思って、このラジオのコンセプトであるドタバタエピソード聞いてないわやってますね。ということで、じゃあ次回絶対聞きましょう。ということで最後まで聞いていただきありがとうございました。最後はこの言葉で締めましょう。せーの、レッツドタバタコマサイエンス。東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希でした。また次回をお楽しみに。お便りや感想も待っています。バイバイ。やっぱ細かい確認って必要ですね。重要ですね。